皆さんこんにちは、こんばんは。はじめまして、ヒーラーの花です。今日もよろしくお願いいたします。温かいコメント、チャンネル登録、グッドボタンで応援してくださりありがとうございます。今日こちらの動画にたどり着いていただいたご縁に感謝いたします。それでは今日は復縁リーディングしていきたいと思います。はい、今日の選択肢にはこちらの、クリスタルオラクルを使用していきたいと思います。ではいつものように並べていきます。はい、エネルギーを読むので送っていただけると嬉しいです。この辺いきますね。では選びます。今日はね、なんかここが今回スリッターはい、ではこちらホワイトラビットさん、はい、これね、グレラビットさん、はい、ブラウンラビットさん、はい、こちらの3枚でリーディングしていきたいと思います。はい、直感で1枚お選びいただければと思います。ではまず浄化からしていきます。浄化します。はい、ではホワイトラビットさんからオープンします。顔見ますか？ホワイトラビットさん、タララン、素敵なゴールデン。グレラビットさん、タララン、アーパタイトさん、タララン、あ、ブラウンラビットさん、はい、こちらの3枚でリーディングしていきたいと思います。ではホワイトラビットさんからいきますね。はい、こんな感じで、まずはでは皆さんのホワイトラビットさんの特徴から見ていこうかな。今日はどれにしましょう。特徴、はい、ではホワイトラビットさんの特徴、タララン、タラランが今日好きね。特徴、はい、では読んでいきます。結構こう表に見せている顔と自分自身が思っている顔、結構違うなって自分で思っていらっしゃる方が多いようですね。ね、なんか外にお見えになってる顔はやっぱりこうちょっと気を使ったりとかねしてる方が多いのかなって思いますね。だけど本当はこうエネルギー値が高いというかね、ハートが温かくてとても燃えていらっしゃる方、そうですね、今日はそんな感じですかね。もう一枚もらおうかな。なんか
調。何かこう習得するためにお勉強されたりとか結構するのが好きなんですね。学んでいく、何か取り入れていくということが好き。新しいものも好きですね。そんな感じですね。なんかこう本も読書も好きな方もいらっしゃると思うんですけど、いつも何かしていたいと思うような感じですかね。はい、では次、お相手様の特徴を見よう。お相手様、なんか今日鼻に特徴がある方が多いのかな。頑固さんって聞こえてくるので、割と自分で思ったことを曲げない方が多いのかな。一枚ください。そうですね、ご自分が思い描いてる自分っていうものを持ってらっしゃるので、あんまり他人の意見に左右されない方が多いように感じますね、お相手様は。そう、あとは今日はこちらのホワイトラビットさんのお相手の方も割と色気があるというか、少し何考えてるかわからないなと感じることがある方が多いようですね。不思議ちゃん不思議くんな方がいるのかもしれない。その不思議なところに魅力を感じるという方もいるんですかね。そして花があって、どこにいてもちょっと目立つような感じのところもありますね。はい。では今の2人の現状を見ていきますね。現状、ハートのチャクラ。結構別れて落ち着いてきたというかね、なんていうんですかね、人を区切り自分の中でついたような感じはあるんですね。そんな感じ。ハート、どちらも別れたことに対してのその別れの後のお気持ちが落ち着いているというか、なので別れた直後というよりは少し時間が経過している感じ。そして自分自身の心をよく見てられるようになってきた。ある意味悲しくて泣いたりもしたと思うんですけども、そういった状況も含めて落ち着いてきたというかね。別れた原因はどちらかが早く進みたいと感じすぎていた。そうですね、こちらも
自分の思い描いている恋愛をしたくて距離感がうまくつかめなかったと伝わってきてますね。お仕事とかでね動きたくても動けないお相手様もいたことに対してホワイトラビットさんの方がぐいぐい来たいというかね、すごく好きで自分が思い描いている恋愛に進んでいかないのがちょっと歯がゆかったというふうに聞こえてきてますね。それでこう距離がちょっとつかめなくなったというかね、距離感がなかなかお互いのこう気持ちのバランスとかがつかめなくなって別れた方が多いのかな。で現状がそのこう自分がした行動についてとかね、お互いにこういうところがあったからそういうこう距離感を自分が詰めすぎていたなとか急ぎすぎていたなということを感じ取って今落ち着いてらっしゃるというかね、こういうことがあったからお別れすることになっちゃったんだなみたいなのを感じている方が多いのかな。あなた様ハートがねとても温かいからすごくお優しくてね、こう割と何でもしてあげたいですし、何でもしてあげたくなっちゃう方が多いのかな。そして頭もよくてね、結構頭で考えちゃうところもあるのかなと思うんですよね。頭の回転も早いので相手がこう求めていることも分かってしまうようなところもあったんだと思うんです。で今の現状、別れた原因、なのでホワイトラビットさん自身はすごくこうピンときてすごく好きになって進んでいきたいっていうね、この凛々しいお方なのでね、結構お顔も眉毛もね凛々しいかもしれない。そうですね。じゃあ今のお相手から見たあなた様っていうのはどうなのかしら。今のお相手から見たあなた様、解放されてるイメージはあるんですね。自由な方っていうか、そうですね。お相手様自身も進んでいくのに距離感が詰まっていくたびに恐れが出てきていて、そのためにリリース、お相手様から見てあなた様はとても開放的で美しくて、こう自分がいなくても輝いていける方というふうに思っていらっしゃるんですね。ですので逆にこのリリースっていうのはお相手様自身にも出てますね。お相手様も変わりたくて、あなた様と一緒にいる自分っていうのはもっと変わらないと一緒にいれないというふうに思ったようです。ですのであなた様自身はとてもこう持っているものが多いといいますか、お相手様から見て実際あなた様ってとてもいろんなものを持ってらっしゃる方で、ホワイトラビットさんのお相手様っていうのは自分といてはこの力とか魅力を発揮出してあげれないんじゃないかっていうふうに感じたみたいですね。
か、結構ですので愛が深いというかね、なんて言うんだろう、自分なんかお相手様の方が変わりたかったっていうふうにも聞こえてきてますね。ですのであなた様自身はそうですね、ホワイトラビットさん自身は選んでくださった方自身ももっとできることがあったんじゃないかなとか、もっとなんかいい恋愛になったはずなのにと思ったようですけれども、あなた様自身は何の問題もないというか完璧といいますか、こう逆にお相手様があなた様に引け目を感じてしまうっていう風に伝わってきてるんですね。たくさんの持っているものを解放させてあげれないというか、ちょっと縛りたくなったりとかね、その行動を制限したくなってしまったりとかしたようです。ですのでそんな自分も嫌だったと、変わっていきたいと感じたようです。あなたとの恋愛イメージですので、思っている以上にお相手様ね、すごくホワイトラビットさんのこと好きで一緒にいたいんですけど、そういうふうにこうね、お二人の現状、今もね結構こう心にすごく響いてるというか、その恋愛がまた会いたいなと思ってらっしゃるですよね。また会いたいですし、なんかこう心にすごく残っているだそうです。そう、あなたとの恋愛のではこれからね、イメージ、どんなイメージでもう一枚ください。イメージ、解放できる自分、もしくは解放していきたい。そうですね、オープン、そう、解放できる自分、解放していける関係、自分が自分に戻っていける関係、とても居心地がいいと聞こえてきています。やはりこう外で戦闘態勢じゃないですけど、こう戦ってるようなお方が多いんですかね。なんかその何を考えているかわからないというところでもあるんですけれども、あまりこう人に表現するのが苦手なお相手様だったりするので、なかなかこう本当の自分っていうんですかね、こうたくさんの鎧を着た自分しか外で出していないので、あなた様といることによって心がオープンになって解放されていくイメージを持つようです。だけれどもそれが怖いし、それをそんな自分でいいのかなっていうふうに思ってしまうみたいで、こう一見ダラダラしているっていうかね、こう何もしたくなくなるって言ったら変なんですけど、一見そういうこう外の世界と自分を遮断したくなるような感覚を持つみたいです。ですので、今までねこう頑張って忍耐で頑張ってきたお相手様にとっては、その解放していって休んだりゆっくりする自分、リラックスして一緒にいらっしゃるその環境とかに馴染んでいきたいのに馴染めなかったみたいな、これでいいのかってまだまだ戦いを挑んでいくというかね、山を登っていくような状況に自分を持っていく、その今までの恋愛だったりね、
社会経験からその刷り込みから抜けれなかったっていうふうにね、そこから抜けていける恋愛なのになんでそれができなかったんだろうっていうふうに伝わってきてます。すごい。そっかそっか、そういうのでもありますよね。なんか結果社会の刷り込みでしかね、なんか自分を評価できてないところにいらっしゃる方って多いですもんね。そうですので、ここからはじゃあ復縁できますかっていう質問でいこうかな。復縁できますか。どれでいきます？やっぱりどれだい？これか。ホワイトラビットさん、自分の心を今お相手様に集中している心を自分に戻してくださいというふうに来てますね。そうすることで新しいページが開かれていきますっていうことなので、復縁はできます。復縁はできるんですけれども、ご自分の心にフォーカスしてくださいね。っていうことですね。そうすると、思ってる以上に素敵な関係になりますよというふうに伝わってきてます。お相手様もね、本当は一緒にいてリラックスして心を解放できるこの関係っていうのをとても望んでらっしゃったのに、外からのその今までの生きてきた社会がやはりに馴染みすぎていて、なかなか本当の自分の殻に本当の自分になるための殻を破っていくのに時間がかかってるんですね。ですので、思ってる以上に、ホワイトラビットさん自身もお相手様のに変わってほしいっていう思いとかね、本当は一緒にいたいんでしょみたいな、例えばね、そういった思いとかがあるのかもしれないんですけど、一緒にいたいと感じられる、愛は感じられるのに一緒にいれなかったみたいなところで、ちょっと歯がゆかったんだと思うんですね。だけれども、そのお相手に向けている感情をご自分を大切にする感情にフォーカスしてくださいって聞こえてきてます。そうすることで新しいページが開かれていきます。あなた様の心の新しいページも開かれていくので、またちょっと違う、今までの自分と違う、今まで例えばちょっとネガティブに捉えていたことをポジティブに捉えていけるようになったりとかするような思考になってきて、素敵な恋愛の成就を迎えるということです。ご結婚を望んでいる方であればご結婚もされていかれると思いますし、自分が望む同棲したいなと思っているのであれば同棲もできると思いますし、そういったご自分が望んだ結果っていうのはもうすぐ本当にそこまで来ていて待っている。だけれども、そのお相手様にその感情を向けているうちはやはりまた同じことを繰り返してしまうので、そのオープン、あなた様は何ら問題なく輝いていけるんだけれども、感情は、常に自分に向けていてください。常にお相手様がどう思っているからということよりも先に、ご自分の心にいつも、自分はリラックスするために自分を猫ちゃんのようにね、やりたくないことはやらないとかね、自分にお相手様との関係でも、
そのピンときた時は動いてもいいと思うんですけど、ご自分から動いて相手様はじゃあ聞いてくれますか、動いてくれますかってことですよね。ご自分の感情にそう自分が望む関係にはなっていきますよということなんですよね。そしてお子さんが生まれる方もいらっしゃると思いますし、そういった関係にももちろんなれます。そういうのは今望んでないよという方であれば、今までねお子さん産んだ方ある方であればお子さんを含めて仲良くしたりとか、周りのお友達とたくさんの周りの方に応援されて歓迎されて、みんなで行動したり遊びに行ったりということも可能ですというふうに来てますね。これはじゃあ自分から動いていってもいいんですけど、自分から瞑想とかしてご自分の心がご自分の心が視点が宇宙っていうかね、現実関係なく物事を捉えられるのであれば動いてくださいということなので、皆様にはその導きするご自分の中にね導きするそのハイヤーセルフ、宇宙の視点のハイヤーセルフがついてるんですけれども、その宇宙の視点のハイヤーセルフとご自分が、ご自分のその現実にいる今肉体を持った自分が瞑想とかしてなんとなく一致したっていうか、難しいか。ご自分の心がもっと簡単にお願いします。ご自分の心が5を出すサインというのが、その瞑想した時とかにひらめきで降りてきますと。その方がいいですね。はい。ひらめきで降りてきますよと言っていて、そのひらめいた時のその自分の直感に信頼が持てた時に動いてくださいと言っておりますね。自分を信頼するということに対してまだ自信持てないところにいらっしゃるかもしれなくて、その自分も許してください。全部この状況離れてしまう状況になってしまったことに対しても、これしたからダメだったんだとかそういうのは一切なくて、そういう自分も含めて全てベストタイミングで動いていって、今ここからもっと幸せになるために全てが起きているので、そういう状況全てを許してくださいと言っています。ですのでそれを受け止めた上で、自分を信頼できるその直感みたいなのが降りてきた時、に動いてくださいっていうことですね。じゃあお相手はじゃあ動いてきますかっていうことですよね。すごいな、こんなカードがいっぱい。お相手はじゃあ動いてきますか。心の泉が満タンになったらっていう、心の泉ね、心の泉、彼に
にはそのお相手様にはお相手様のそのエンジェルさんっていうかね、その守護天使さんとかね、自分のその守ってる存在たちがいるので、彼には彼で、そのお相手様にはお相手様で、彼じゃないですね、彼女の方もいますね。そのお相手様にはお相手様で導きの方がいて、導いている方々が5を出すサインを出していますと言っています。いつぐらいに動いてきます。そういう心のその声っていうのはお相手様も聞こえるようになってるんですね。ですので直感力とかね、割とこう目に見えない世界のことも分かるような方もいらっしゃる。やはりあなた様自身、ホワイトラビットさんを選んでくださったホワイトラビットさんを選んでくださった方がご自身を信頼する、信じる、そのことによって、目に見えないね、つながっている部分、宇宙意識というかはつながっているので、お相手様が動いてきてくれるそうです。これが結構ね、新しいページを開いて素敵な恋愛まで到達できるとおっしゃっているので、どのぐらいの時期ですか。6日後、16日後、6週間後、2週間後、2ヶ月後、2日後、6が結構、6週間後、年内どうかなっていう、年末とかもありえますよね。こうすごく思い出してはいらっしゃるので、そうですね、そんな感じでございます。この最後にこちらを読んでいこうかな。27番、ゴールデンヒーラー、究極のヒーリングというカードですね。やはりこれ量子力学のことが書かれていて、こうお相手様とつながっているので、重い波動を送ると重いもの、お相手様に目には見えてないんですけれども通じていて、いい方向に進んでいかないんですね。ですので、こちらのカードから読み取れるのが、自分のこう心に自分を楽しませるために、自分の心にフォーカスしてくださいと先ほどお伝えしたんですけれども、そうしていますと楽しんでいるあなた様の心っていうのはお相手様に伝わって、お相手様って動いてきてくれるんですね。不思議なことに恋愛ってご自分の心と本当にしていて、それが量子力学で、例えばこうお相手様にすごく好きって思ってる感情を口では言っていても、心の中でなんでもっと早く連絡くれないのとか、例えばね思ってもいいんですけど、それが逆に伝わってしまうんですね。っていうのがその量子力学で、私たちエネルギー体で素粒子なので、全部こうスカスカって言えば変なんですけど、だからといって決してねそういうちょっとネガティブに考える
状況っていうのは出てきた時に考えても全然いいんです。その時に自分をどれだけこう信頼して認められるか、そういう自分もいいじゃんいいじゃんと、でもまた良くなるためのステップだよみたいな、こう軽い波動で捉えられるようになると、すごくこうお相手様も動いてきやすくなるんですね。今回そのようなことを伝えてきてくれていて、すごくこう、五感が研ぎ澄まされる時期に入ってきますよと伝わってきていますので、ご自分がねちょっと瞑想してみたりとか、お風呂に入ってこう心の声を聞く練習をしてみたりとか、その直感力みたいなのを鍛えていくことで、さらにこの恋愛がね復縁に近づくこう速さが高まってくるかなと思いますね。はい、ということで、ホワイトラビットさん復縁できますか？イエスノーで言ったらイエスですね。これは、もう新しいページが、お二人の新しいページが開かれていかれると思います。はい、それでは本日のホワイトラビットさんのリーディングは以上でございます。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。花でした。はい、それではグレーラビットさんのリーディングしていきたいと思います。今日もちょっと光がさんさんとして見づらい方申し訳ございません。光と空腹でメッセージが降りてきやすい私でございます。それでは今日は復縁のリーディングしていきたいと思います。お二人様のグレーラビットさんの特徴を見ていこうかな。はい、グレーラビットさんの特徴を見ていきます。やりたいことが明確ってきましたね。とても個性的な方が多いのかな。やりたいことが明確で個性的。色がお白くてお白い方が多いのかな。鼻筋が通っててね、お綺麗な方が多いですね。ご自分の良さを分かっていらっしゃる。周りにあまり左右されない。もう好きなものは好きと伝えられる。そんな感じですね。ではお相手様。個性的な方が多い感じです。今回はお相手の方は癒す方でカウンセラーさんみたいな方なんですね。そうですね。すごい導きを受けている感覚、無意識化かもしれないですけど、あと宇宙の話とかってこうスピリチュアルな宇宙じゃなくて、本当に宇宙、こう惑星とかの宇宙のお話が好きな方が多いのかな。そう、なんか今日はここの方が気になるな。そう、インドとかね、そういうこう旅をしたりとかしたいと思っている方もすでにこうね、そういうところに行っている。エジプトとかインドとか聞こえてきますね。アンコールワットとかね、遺跡巡ったりとかも好きかもしれないですね。素敵な方。結構ご先祖様とかにもね、こう自分が生まれてきた理由っていうか、ご先祖様にもこう離れていればお線香あげたりとかもそうですし、
ご先祖様がいるから自分が生まれてきたというところに結構こう気持ちを向けている方というか、そういう気持ちがお強い方ですね。あなた様自身はすごく個性的で、ですの個性的で、なんかこう自分がするべきことというか、するべきなことはないんですけど、やりたいこととかが本当に明確なので、突き進む力もすごく持っていて、エネルギー値が高いっていうんですかね、パワーがすごいあるっていう風に伝わってきてますね。はい、見えてますか？では次、お二人の状況、サイキックさんでもらっていきます。現状、結構こう言いたいことを言い過ぎたというか、言い合えすぎるので、言いたいことを言い過ぎる、何でも言えちゃう関係で、結構言い過ぎちゃうような関係というか、それでぶつかることも多かったのところからの、結構何でも言える関係になっていく。ということはお別れして結構こう何でも言ってすっきりされた方もいるってことですね。そっか別れた原因、スピリチュアルショックがこの方はあれかな、複雑さんかな。お二人で悩まれていた方、家庭がある方、自分の信念に従えなかったって聞こえてきてますね。自分の信念というか自分の思い描いてる方には進んでいけなかった。結構精神性が高い方ですもんね、お相手様もね。ですので、その複雑さんであれば、自分がそのお二人で悩んだりとかするような恋愛っていうのが今までなく、こう、何が真面目かわからないですけど、こう誠実に真面目に生きてきた方が、そういったこうお二人で悩むような恋愛になっていき、深くご自分の心と向き合っていたようですね。別れた原因はですので、複雑恋愛でこのまま進んでいいのかっていうところに悩まれていた方が多いようですね。他にパートナー様がいらっしゃったりとか、したんですかね。したんですね、きっと。したんですよね。したんですね。そうですので、結構悩んでいたんですね。苦しかったみたいですね。これ読んでいこうか。ね、平和的な解決をですもんね。いや、どうしたら平和的に解決できるのかっていうのにフォーカスをずっと置いてた。
結構そこら辺も話し合ったのかな。話し合ってない方はそこをこううまく話していきたいみたいにも聞こえてきてますね。そのごめんなさいっていうかね、その優柔不断な態度みたいなのも多かったですかね。お二人で悩んで、お優しくてね、いろんな方のお話を聞いてあげれる方なので、いろんな方が近寄ってくるというお相手でもある方もいらっしゃいますね。そしてまた花もあるので、だけれどもそういうことにこうあまりお二人で悩んだりとかね、そういうこと今までなさってなかったのに、今やはりこう刺激がね、お二人惹かれるものが強すぎて惹かれていかれたんですね。そっか。今のお相手様から見たあなた様、お相手様から見るとやはりあなた様はこう何でも発言できる素敵な方なんですね。こうご自分の思った通りに生きていかれる、そう結構ね平和的なところを求めていらっしゃるんですね、お相手様はね。そうお相手様から見てあなた様っていうのは結構精神性も高くて何でも分かってあげれるこう感覚もありつつ、自由で自分の言いたいことをはっきり言ってらっしゃるあなた様に羨ましさを感じてらっしゃるのですね、お相手様っていうのはね。いやそんなことないよと思ってらっしゃるグレラビットさんもいそうな感じで聞こえてきましたけど、実はそういう要素がたくさん持ってらっしゃるので、もっともっとご自分を解放していっていいんだよっていうふうにも聞こえてきてますね。あなた様との恋愛のイメージ、これイメージ自分の暗闇から引き出してくれる方、いろんな自分を見せてくれる方ってことですね。今まで感じきたことのないそのご自分自身の持っている魅力を発揮させてくれる恋愛になっているイメージなんですね、お相手様から見ると。例えば、真面目に誠実にとしか考えてこなかった人生に、自分にはこういうところがあるんだというところを引き出してくださる方ですね。複雑さんじゃなければでも2つに悩んでますよね。なんか仕事転職でも悩まれた方がいるのか。自分がその養っていくというところで悩んだ方もいるって言ってますね。ですので、複雑さんだけじゃなくで複雑さんもいらっしゃるけどそうじゃないという方もいらっしゃる。そう結構何でも聞いて
吸収できる方なのでね、ご自分のその仕事のことでもいろいろ吸収し、こう人の意見とかね、周りの意見や周りの仕事を請け負いすぎたところもあったのかな。ちょっと苦しかったって聞こえてきてますね。だけれどもあなた様といると、その恋愛のイメージっていうのはこうその暗闇からも引き出してくれるような、そのあなた様のその個性や強さっていうのがすごく自分のことをいろんな自分を見せてくれて引き出してくれた。自分と向き合うきっかけをくれたというふうに伝わってきてますね。はい、では復縁できるかどうかを聞いていきたいと思います。復縁、これじゃないって言ってるね。復縁できますか？あなたの心には私しかいないでしょとか、私の心にはあなたしかいませんよとか、そういう思い合っているお二人なんですね。すごいですね。お二人の橋の架け橋はもうあるんですけども、まだちょっと今ここを見てないというか、遠くを見ているイメージですね。まあご家族がねいる方もやっぱりいらっしゃって、そういう複雑さもご家族とかね、そのお子さんがもういらっしゃったりとかして、そういう複雑さもあるようなんですけども、結構ご自分を癒していくことが大事ですよと。こう個性的で何でもできてこう進んでいってるように見えているけれども、この裏にあるそのもう一人の自分っていうかね、そっか、もう一人の自分の心が表面的には全部そう個性的で強いというか、自分の思い描いていること、パワーが強くてこう自分の思い描いていることを全てこうできてる感じに思われちゃうかもしれないし、自分でもちょっと思ってるところもあるのかもしれないんですけども、実はその裏側に隠れている顔っていうかが癒されてないって聞こえてきてますね。ですのでここからの恋愛復縁できるかっていうのは、しようと思えば本当にハネムーンに行くぐらいこう素敵な関係になるんですけども、その前にご自分の心をね癒してって聞こえてきてますね。お相手様のことは引き出してこう癒していける。お相手様自身にもお相手様にも癒されている方も多いですね。お相手様もカウンセラーさんのような素敵な方なので、そういうことか、分かりました。あなた様はグレーラビットさんを選ばれた方は、お相手様と一緒にいることでとても愛をもらっていて癒されていて、だから自分は満たされていた。そしてそれがなくなってしまったことによって、すごくお辛い思いもされたと思うんですけれども、実は自分のその裏側にあるというかね、見せていないその感情と向き合うために今の別れがありまして、その感情と向き合って自分をヒーリングしていった時に、癒していける状態になった時にお相手様とまたいい関係になれますという、ハネムーンとかねするような、旅行に一緒に行かれるような関係になっていくというふうに来てるんですね。これもそうだね。
ですので、思ってる以上にこう自分の表面的な部分は活発で、例えばというかね、活発でこう素敵なこうぐいぐいいって楽しい方、楽しませで言えてないですけど、楽しいお相手のことも周りの方も楽しませて引き出せる方なんですけれども、実は自分自身のその心がねヒーリングされてないというか、癒されてない感情を持っている。そっかそっか。案外自分がね、そうですね、ご自分の心に向き合っていくには、少し体を動かしてみてはどうですかと言っておりますね。これからちょっと寒くなりますので、家の中でなんか筋トレって聞こえてきたんですけど、ヨガでもいいし、ピラティスとかそういうのでもいいと思うんですけど、ちょっとこう体を動かしてみるのもいいですよと。ね、あなたの中には全てあなたが欲しいもの、何をしたら自分が癒されていくのかというものが全てこうもう入っているというかね、あるんですよね。ご自分で分かってらっしゃるんですよね。だけれども、その心の声を聞けるようになるにも、やっぱりこう自分を癒していくところが必要になる。そうね、瞑想とかして自分の体と向き合った、心と体と向き合っていくことで、ご自分の心が強くなっていきますよと。こう相手様関係なくこうご自分と、あなた様はもう愛の存在で生まれてきていて、こうそうですね、例えばこの複雑さんとかであれば、その複雑な関係とかをも含めてね、ジャッジしない自分とかを求められているんですね、このカードは。ですので、ここからどうしたらいいですか。ジャッジしない自分、自分の魂とつながっていくことによって、素敵なカード、全てを手にしますよと言ってるんですね。そう、今それを見直す良い機会ですよと伝えてきてくれていて、そうすることで全て見直していく、そのご自分の魂とつながるということ、本当の自分を癒すということ、自分自身の内側が実際持っているその感情と向き合うことによって、向き合うのが今いい機会で、それを向き合うことによって全てがあなた様になだれ込みますと。愛情も豊かさもお金もですね、そういう感じですね。そう表にね見せてる顔とね、やっぱりここで結構伝わってくるものが、そういうことか。どんなご自分のことも許してあげて認めてあげる。結構ね、瞑想で自分の心に聞いてみてくださいって来てるのでね。
自分が思い描いているその現実っていうのがね、自分のこう生きてきた価値観の刷り込みだったりジャッジだったりで出来上がっているので、そこをこう瞑想とかしてね、こう自分自身の愛、相手からもらう愛ではなくて自分自身の愛で満たされていく。その時に、全てがなだれ込むんですね。それを見直すいい機会に入っていますよと伝えてきてくれています。はい、では最後にどのぐらいでね一緒にいられたりとかするのかちょっと見るか。これが自分から動いていく、自分からもし動いていくんだったら結構こうね、あなた様方2人っていうかお二人の関係の中でお互いがお互いじゃないとっていう思いが結構強いので戻ってはいかれると思うんですけども、どのぐらいであなた様が動くと、あなた様が動くのもてか、あなた様はここから金運もめっちゃ上がると思いますよ。めっちゃ豊かさが溢れ出してる。もう相手様そう結構ね、過去世から一緒にいた方もいるのかな。なんかね、結構あなた様を見てるというか、こう、あなたの感情結構すぐ伝わる方ですね、この方。動いていっていいのか。導きがお相手様の導きは近いうちに来ますねって言ってるので、どのぐらい近い？10日後18日後ワンちゃん1週間後30日後とかね。なんかこの方はグレーラビットさんのお相手様は多分すごく目に見えない能力が高い方ですので、思ってる以上にグレーラビットさんが思ったことが通じちゃう感じですね。日付はね、30日後とかね、18日後とか1ヶ月後10ヶ月後10ヶ月20週間後でアクションを起こしてきてくれると思うんですけれど、あなた様が動いても、豊かさにあふれますよと。ただご自分の心とやっぱり向き合ってからの方がいいですねって、その豊かさがもう一緒にあふれ出しますよと伝わってきてますね。26日後やっぱ10日後がそうご自分の心がね一番あれですけど、最後に1枚そうですね、やっぱり一旦ちょっと立ち止まってご自分の心と向き合う時間を作ってみてはいかがかと出てますね。その自分
自分がこう自分の存在自体が何をすることなくとも満たされているような感覚、瞑想とかしていくことが結構早い段階でそうなる方も多いんですけど、そうすることによってお相手様に連絡する時期が、ご自分から連絡する時期が来たと、ひらめいてきたと します。そうするとうまく循環していきますよと。お相手から来るのをこう待つというかね、その状況であれば、一番26日後とかね、10日後とかが一番有力な感じしますけど、10週間後だったりもするのかな。その間に何でしょう、自分に向き合ってね、その心を整えておくというのも、自分のその直感とかも冴えてくるので、お相手様も直感が冴えてらっしゃる、そういった状況、心が読める方なので、通じ合って動いていく時期っていうのは必ず見えてきますね、こちらの方も。最後19番アパタイトさん、需要。こちらのカードは内側にある真実を見極めましょう。あなたの世界で何が本物かを理解し、自分の現実を再構築するのです。見せかけの外見には騙されないようにしてくださいということで、結構ご自分の心の見せかけ、本当に欲しいものに何層か外からのフィルターがかかっているっていうかね、自分が本当に欲しいと思っているんだけども、それは誰かが欲しいと思ってたのを見て欲しいと思い始めたとかね、そういうこうフィルターというかね、その本当の自分と向き合う、欲しいものを見極めてというアドバイスカードですね。こちら選択肢のカード、アドバイスにもなってますね。はい、そう一旦立ち止まって自分の心と向き合ってみる、そのことで復縁が早まりますということでございます。たくさんの豊かさにあふれ出しますね。この2つのカードがもう豊かさの何者でもないというかね、ザーッと入ってきますので、ですのでご自分の心と向き合って受け取ってください、すべてのことを。本当のご自分とお話をしてみてください。はい、それが一番の近道だと伝わってきておりました。ここから素敵な豊かさがあふれ出しますので、ぜひぜひ楽しんで自分と向き合う、苦しいことではなくてね、こう殻が破れていくその感覚を味わいつつお過ごしいただければと思います。はい、それではグレーのラビットさんのリーディング以上でございます。今日も光の具合がで見えないところがあって申し訳ございません。最後までお付き合いいただきありがとうございました。またお会いしましょう。花でした。それでは、ブラウンラビットさんの復縁リーディングしていきたいと思います。まずはブラウンラビットさんの特徴、お選びいただいた方の特徴から見ていきますね。動物がすごい好きって聞こえてきました。あとは
そうですね。どっちかっていうと男性性強めのお強い素敵な男性性強めの方、男女ともに素敵な方が多いですね。自分の好きなものが自分の好きなものにとっても愛情を注いでいる方ですね。例えばコンサートで行ったりとか好きな方が多いかな。そういう踊ったりとか聞いたりとか。ではお相手様の特徴。お相手様は今回なんか口に特徴がこうポテッとしたというか口に特徴がある方。そうですね。音楽両方の趣味っていうか共通の趣味で音楽とかがあるんですかね。結構こちらの方も音楽って聞こえてきてますね。2人とものお好きな曲があるとかテーマソングがあるとかそういった方もいるのかな。お相手様は、お相手様結構個性の強いお顔というかね、目も口も個性が強そうな感じですね。どちらかといえば、色がね男女ともに持ち肌な方がいらっしゃる。こちらの方も今日持ち肌な方がお白いというか持ち肌ってきてますね。ブラウンラビットさん自身はすごいこう自分周りから見られるにはとても強い方というかね、自分の意見に自信がある方というか、あんまり曲げない感じにも伝わってきてますけれどもね。お二人の状況ではサイキックタロットで見ていこうかな。世界結構2人の世界が強烈なんですね。強烈という意味が世界観がある2人。もう復縁って言いながらもう一緒にいらっしゃる方もいるかもしれない。もうこう出会ったというか再出会い再会してますね、この方々は。ちょっと前にもう今すぐ出会うというか再会。原因はやりたいことがたくさんあるけど目標がなんか何をしたらいいのか分からなくなっちゃったって聞こえてきましたけど、思い描いているものはたくさんあったんだけれども、なんか何にもなくなった状態っていうかね、別れた原因。やりたいことは多彩な方で、できればこれをして生きていきたいみたいなのが何通りか挙げられる方が多いのかもしれない。その中で、お相手様に、起業されたりとか次のビジネスを起こそうとしたりとかしてらっしゃるんですが、結構どれもピンとこなく
て悩んでらっしゃった方もいらっしゃるように感じますね。もしくはあまり事業がうまくいっていなかったという方もいらっしゃる。常になんか頭で考えてる状態、お仕事のことを。そういった方も多いようですね。だからこう別れた原因的には恋愛まで気持ちがいっていなかった方もいらっしゃったのかもしれないんですけど、今そこを見直していって自分たちの世界っていうのがもしあまり仕事がうまくいってないとしても一緒に乗り越えて手をつないで一緒に生きていけるんじゃないかという状況に入ってきている。ということはもう一緒にいられる、一緒にもう再会して話し合いが終わった方というかね、一緒にいようっていう話し合いが終わった方とかもいらっしゃると思うんですね。また付き合っていこうとかね、一緒に言い始めている方も多いのかな。すごい。そう本当にその現状況ってまだだよっていう方は本当に3日後とかね、すぐそこにありますね、手つなぐ瞬間。すごい早いです、この方々は。別れた原因をじゃあでも複雑な方もいたかもしれないですね。覚悟を決めてあなた様に来ますという方も来ましたという方もいらっしゃいますね。そういろいろお相手様はいろいろ悩まれたのは確かですね。結構頭がぐるぐるしてる感じ。じゃあお相手様から見たあなた様、どんな感じなのかしら。あなた様はタララン。なんか実り多い、笑顔がね素敵で、たくさんの方に愛されている方ですね。なんか哀愁っていうんですかね。すごい明るくて可愛くて素敵な方なんだけども、ちょっと哀愁影でもないんですけど、哀愁その少し自分にしか見せないような、恋愛した時じゃないと見えないような、その影じゃなくて可愛らしさ、哀愁ってなんだろう。もっと簡単に教えてください。哀愁、よろしく哀愁。なんかすごくいろんなものを持っているし、頑張り屋さんだから荷物は下ろしてって聞こえますね。なのでその頑張り屋さんで元気でみんなから好かれていて、その感じでも自分から見たらちょっとお相手様から見るとちょっと頑張りすぎなんじゃないかとか、重荷を持っているんじゃないかとか、もう少し本当の自分になってもいいんじゃないかというかね、その外側を意識しない自分になってもいいんじゃないかというふうに見えているみたいですね。そこまで分かってらっしゃるお相手様もなんか素敵だね。そう、あなた様とブラウンラビットさんを選んだ方との恋のイメージ、恋愛のイメージ見ていきますね。一緒にいると想像をかき立てられて何か生み出せる気がする。もしくは本当に一緒に生活して妊娠をしていきたいとかね、妊娠をした状態を望んでいる、そういう結婚生活みたいなのとかね、あなたの子供が欲しいぐらいに思っている。
とても花のある方で、一緒にいると自分もこう花を持ってる人に思えてきて気持ちがいいんだそうです。そしてそのちょっと天然さんというかね、宇宙的なところとかもその時々不思議ちゃんな感じを、すごく好きだそうです。その不思議な感じがこう自分を緩ませてくれる、そんな恋愛のイメージがあるみたいですね。いや、出会ってくれてありがとうという言葉がすごく強烈にこちらから入ってきていて、その不思議ちゃんなところとかね、不思議ちゃんっていうかその、ね、リラックスしてるあなた様と入れることが自分の心を満たしてくれるような恋愛だそうです。すごい素敵な方。じゃあ復縁できるかっていう何で教えてくれます？これ？こっち。復縁できますかっていうのはこれじゃない。はい。こっちだそうです。やっぱりもう一緒にいらっしゃる方が花も開いてるって聞こえてきたんですよね。花っていうかね、その一緒にいる、次のステージにも向かっているお二人がいる。もしまだだよって方はもう次のステージにもう水面下というか見えない世界ではもう次のステージにいますよと、そうですね、すごくきっともう一緒にいるんじゃないかなと思うんですけど、次のステージいつ、じゃあどのぐらい3日後とかね、本当に33日後じゃない気がするけれど 8日後とか、もうまだ一緒にいないという方であればね、でも多分いるか、もう明日で送るとかね、本当にそういうレベルです。本当にもう、見えてますね。本当に一緒にいるんですね。素敵。そしたらどういう恋愛になっていくのか、復縁できますかっていうか、もう復縁してるんじゃないかなって思う感じ。あなたの子供心をかきたてて、こうペットを撫でてる時のような感触を味わいつつみたいなこと聞こえてくるな。そのペットを撫でているような感触っていうのは、ぬいぐるみでもいいんですけど、その気持ちいいものを触ってる時のリラクゼーション効果みたいなのをお互いに感じられるような恋愛。なんかリラックスすごいできる関係みたいですね。いや、いいですね。なのでご自分の心を大切に、そして、ここからの恋愛は、これ復縁されてからでもなんですけども、こう相手に対して疑問を持ったことを相手に聞いてくださいって、周りのお友達とかね聞いていって、こうだんだん違う方向にね話が行ったりとかすることもあるので、ご自分が誰かに聞いたことで、周りの方に聞いたことで不安になったりするよりも、感じたことは全部お相手に伝えてくださいと伝えてきてくれてますね。あら、いいんじゃないですか、こっから。あとじゃあ最後にどれだろう。これでいいです。これじゃない。これかい？これだ。じゃあ最後に、なんかこの方々はもうお付き合いというかね、進んでいらっしゃるので、一緒に飛び立っていく
心が満タンになって飛び立っていくっていうメッセージですね。すごい。思い描いた夢、お二人で考えている感じている、家の構造だったり、例えばね、一緒にどういうふうな未来、一緒に住みたいか住みたくないかから始まって、どういう恋愛、週に何回会いたいとかね、例えば何回くらいは一緒にいれるだろう、いたいだろうという想像ですね。本当に一緒にどういうデートがしたいとか、なんか音楽の共通の趣味もあったようですが、そういった一緒に行く計画とか、旅行に行かれる計画とか、遠出する計画とかね、全部そのお二人でしたかったことが叶っていくので、想像していた未来を、想像してウキウキしてるだけで大丈夫ですって聞こえてきてます。そうすることで違うフェーズ、違う世界、今もしすでにいらっしゃる方であればね、本当に手つないでるので次のステージにもいると思うんですけども、ちょっと前ステージ本当に1週間前とか3日前とかステージに変更の、そういうふうに伝わってきているので早いと思うので、急ぐ必要はないんですけども、どういう未来を自分が望んでるかっていうのが全部叶っていきますよと。望んでください、受け取るだけですからって聞こえてきてますね。いやー、素敵素敵。これは本当早いし、もういるからなしつこいね、ごめんなさい、しつこいそういるっていうのがすごい、もう一緒にいるっていうのが何回も来るから、言葉がもう花さんしつこいよ。ペリドット、感情の浄化というカードです。今日の選択肢はね。これは、エネルギーを賢く使いましょう。あなたの人生に外部がどのように影響しているのか気づいてください。内側にあるガイダンスに頼ることを学んでください。ですので先ほど言ったように、周りとかにね聞いちゃうと、周りの方の思考でいろいろ話してくれる、ありがたいことなんですけれども、でも自分で悩んだこと、お相手について感じたことはお相手に伝えてくださいっていうのがこちらのカードからも来ているので、そこ結構意識していくと、復縁してからもね、あと今悩んでいる方であっても、まだ復縁成就していない方であっても、ご自分が周りの方にお話ししても、その方は本人じゃないのでね、想像でしかないことですので、そこは意識してご自分とお相手の関係っていうところを意識して、周りの人に聞きたいことは自分の内側に聞くかお相手に聞くというところを意識しながら、過ごしていくことで、さらにね、いい恋愛に復縁もできると思います。もう一緒にいらっしゃる、想像していていいと思いますので、本当にこの方がいいと、お相手がいいと思っているのであれば必ずそうなります。はい、もうあなた方2人のブラウンラビットさん方とお相手様の2人の世界はもう叶っている世界にありますので、成功している、思い描いた世界がもうすぐそこまで来てますので、素晴らしいお二人だと思います。はい、復縁はできます。はい、3日後かもしれないですよ、本当にっていう、33日後かもしれないですけど、この連番もなんかね、すごくお二人の今後というかね、3っていうのが結構キーにもなると思うし、これだって、無理して登んなくてもね、2人とも
出会うようになってますよって言ってくださってるので、あまりこう恋愛に執着しないでいてもね、お相手様に執着しなくてもお相手様来てくれるので、もう話し合っている方も多いかもしれないですけど大丈夫ですので、はい、自分が望んだ未来をね、チャンスがたくさん来ていますって、ハッピーなチャンスが今もう来てますってことで、いやすごいですね、本当に素敵。どちらから動いていっても必ず結ばれますので、ご自分の心に従って気になったことは本人に聞くのを意識されてください。はい、それではブラウンラビットさんのリーディング以上でございました。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。花でした。